今回のメイクのテーマオレンジなんですけれども、オレンジを支える差し色としてピンクを選んでいます。こんにちは、紅林です。ごめんなさい、もう一回いいですかこんにちは、紅林遥です。普段はキャラの読書モデルやバンド無重力クッキーのボーカルとして活動しています。今日は夏にぴったりなオレンジメイクを紹介したいと思います。それではレッツスタート。まずはカラコンを入れていきました。カラコンの種類はアイレンズのエクストラホールピンクという種類です。直径は 14.8mm で、私が普段使っている 16mm よりもちょっと小さいサイズになってます。私の基準で小さいサイズなので、皆さんが入れるときは、14.5 とか 14.3、14mm あたりで、好きなものを入れていただければなと思います。ベースはマイ肌の CC クリーム、いつものを使ってます。これからの季節、UV カット結構入ってるので、これはかなりおすすめです。次にコンシーラーを塗っていきます。コンシーラーはカリプソマジックコンシーラーのサーモンベージュを使っています。まずは目の下、クマのところとか涙袋の影になるところ、それからニキビっぽいところに塗って叩いていって、あと小鼻の際、それからなんとなくまぶたの際とかを塗っていくととても綺麗かなと思います。次にパウダーを塗っていきます。パウダーはキスミフェルムです。もう今回は顔が白くなるぐらいにもうめっちゃ熱くパンパン塗りはたきました。これはこれからの季節、夏になると汗で結構化粧が崩れてしまったりするので、それを防止するためにこの後スプレーを上からかける段階があります。なのでその下地としてもう真っ白くなるぐらいにガンガン塗りはたいています。パウダーをはたいたら、その上からメイクカバー潤いミストというスプレーを吹きかけていきます。3秒ぐらい吹きかけますと書いてあるので、まんべんなく全体的に3秒ぐらいシャーッとかけていきました。これ化粧水なので全然その後何かをする必要はなくて、ただただ吹きかけた後にその水気を後からティッシュで拭き取っていって、でこすらずにポンポンと押さえて剥がして完成です。これを吹きかけることによってとても上の粉がキュッと肌に定着するので、その後汗をかいたりとかしても全然メイクが崩れる心配がなくなります。はい、次にハイライトを塗っていきます。使ったのはエチュードハウスプレイ101ペンシルアイライナー&アイシャドウというものの4番のカラーを使ってます。一番透明感が高くてキラキラした種類になってるんですけど、これを涙袋の一番際のところに一直線にピッと目の半分ぐらいまで引いてます。今度はマジョリカマジョルカのシャドウカスタマイズアイシャドウの白のパールを使っていきました。この白を目頭の際にちょっと広めにポンポンポンと叩いていきました。で、両側塗ったらついでに鼻筋もハイライト代わりとして一直線にピッと引いています。ここまでできたらメディアのアイブロウのチップの方でノーズシャドウを引いていきました。引くところは鼻のハイライトを塗ったちょっと外側の際ですね。自分の鼻と目のちょうど真ん中ぐらいのところに一直線にピッと引いています。眉毛の頭ぐらいのところから鼻の3分の2ぐらいのところまでピッと引いています。濃すぎず一直線に1回引いたらそれを後から伸ばしていくような感じでお願いします。次にアイシャドウを塗っていきます。使うのは120色のパレットで、一応私いつも小さいものを持ち歩いたりするのが結構大変なので、1枚のパレットでガッとたくさん色が入ってるものをネットとかで買って使ってます。その中の今回は黄色をまず使いました。黄色を自分のアイホール全体にピッと伸ばすように塗っていきました。で、外側は自分の目尻よりも1センチぐらいはみ出すような感じでオーバー目に塗っています。で、下まぶたも自分の目の外側3分の1ぐらいまでがっつり黄色を塗って、外側をぼかすような感じで後からささっと指で撫でていきます。次にオレンジを塗っていきます。オレンジは黄色のシャドウを塗ったところよりも 8mm ぐらい内側を塗る気持ちで描いていきました。自分の二重幅のちょうど二重ラインのところにまずポンポンポンと乗せていって、で、外側と内側にぼかしていくような感じで、黄色を塗ったところが全部埋まらないようにちょっと黄色を残して塗っています。で、
ある程度指で塗れたら、今度は綿棒を使って下まぶたとそれから際などを塗っていきます。下まぶたは自分の目の半分ぐらいまでのところをポンポンポンと叩くように塗っていって、あとは忘れがちなところで自分の目尻の際が結構意識的に塗らないと、そこだけ塗り忘れて後からもう地肌見えてるみたいになっちゃうとあんまり綺麗じゃないので、そういうところもちゃんと綿棒で叩いていってください。そしたらさらに濃い赤めのオレンジで、さっき塗ったオレンジのまた一回り内側を塗っていきます。でこのオレンジを塗るときは、今度は自分の目の際、まぶたの際の方までしっかり塗っていくのがポイントです。細かいところはどんどん綿棒でまた埋めていきました。最後に上まぶたの際に濃いピンクを塗っていきます。グラデーションは黄色、オレンジ、赤めのオレンジで、最後濃いピンクで締めてます。一応今回のメイクのテーマオレンジなんですけれども、オレンジを支える差し色としてピンクを選んでいます。なのでこの後アイラインを引くところも一回り外側までなので、二幅の半分ぐらいまで塗ると良いかなと思います。アイラインを引いていきます。アイラインに使ったのはキャンメイクのジェルラインアーティスト01、赤みの強いブラウンです。これが結構優秀で全然にじまないので、ペンシル繰り出して目の際のところとか重点的にこめかみの方からまぶたを押さえて引っ張りながら丁寧に塗っていきます。塗る範囲は自分のまぶたの本当に際のところを目頭から目尻まできっちり引いて、その後目尻を3ミリぐらいちょっとはみ出すように下に向けて引っ張ってます。でそこまで引けたらそこからつなげて下まぶた外側から5分の1ぐらいまで際をきっちり塗ってきました。仕上げのアイライン塗っていきます。仕上げのアイラインで使うのはワンデータトゥーのブラック K パレットのものを使ってます。このブラックで引くのは本当に目尻の方だけです。で目尻の垂れ目ラインをくっきり引きたいなと思ったので、ここだけ黒を使いました。自分の目の終わりのところからまず筆を置いて、で若干垂れ目気味に5ミリから8ミリぐらいピッと引いてます。一番最後の着地点が若干跳ね上げになるように、一回下に下がってからピヨってなるように引いています。なるべく細めに描いていくと、後から根元の方を太くしていってつなげられるので楽ちんです。目の際にラインを引いていきます。私あんまり普段は際のラインを引くの好きじゃないんですけど、今回はグラデーションを重点的にやっているので、引き締めとしてブラックのアイラインを目の際、粘膜の近くに引いています。まつげの隙間を埋めるようなイメージで、まぶた若干上下にキッと引っ張りながらちょんちょんちょんと筆の先で埋めていくようなイメージで描いていきます。マスカラを塗っていきます。使うのはキャンメイクの極太マスカラのブラックです。この時にビューラーでまつげ上げたい方はガンガン上げていただいて、私は特にあんまりまつげへし曲がるの好きじゃないので、このまま直で塗っていきます。極太マスカラ、上は2度塗りぐらいしました。好きな長さまで伸ばしていくと良いと思います。で上が塗り終わったら今度は下を塗っています。ここまでできたら下まつげを描いていきます。マスカラ塗ったんですけど、私多分目の形上かな、この上のマスカラと下のマスカラのまつげの間がなんとなく空間空いちゃうので、自分の引いた目尻とアイラインと下まつげを埋めるようなイメージで、外側から長く、そしてだんだん短くみたいな感じで、先の方を使って細く隙間をシャシャシャと描いていきました。下まつげを描いて、なんとなくもう目のバランスが完成したら、伸ばしすぎた下まつげをブチブチむしっていきました。人によってはこの目頭側を短く、目尻側を長く残すとか、あとはもう全体的に短くボリュームだけを残して長さは削っていくとか、好きな風にむしってください。眉毛を描いていきます。まずは綿棒でアイシャドウパレットのオレンジの色を塗っていきました。自分の目頭からだいたい眉毛描く長さの3分の2ぐらいのところまでを色で描いていきます。そこまで描けたら、次はキャンメイクのアイライナーを使って眉毛を整えていきたいと思います。これさっき目に使ったキャンメイクジェルラインアーティストの
赤めの茶色です。振り出し型のペンシルになってるので、まずは目尻の形をこれで整えていきます。強く描くとがっつりなんか色のっちゃって結構大変なので、本当になんかシャ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 みたいな濃い鉛筆でなんとなくこう風景描いていく時みたいなイメージで眉毛を描いていきます。で目尻をちょっとこめかみ側に引っ張って平行になるようにまず1本線を引きます。そこから内側に向かって若干下気味に三角を作るようなイメージでシュッと線を入れました。でなんとなくもうこの外側の形があるだけで眉毛自体埋まって見えるので、あとは目頭側にシュシュシュッとこの影のように線を入れていき、ちょっと濃いところは綿棒とかでぼかしたり、ぼかしすぎたら今度はまたオレンジのシャドウを塗ったりっていう風に調整していくと非常に綺麗なグラデーションができて自然な眉毛に仕上がります。今度は三吉のステージライナーの白で水玉を描いていきます。この段階はあってもなくても良いんですけど、私的にはちょっと地味かなと思ったので白を足しました。ジンベエザメの柄をイメージしながらまぶたちょっと半分閉じて、でステージライナーの先の方に液をつけてちょんちょんちょんとだいたい自分の目の幅3分の2外側ぐらいまで水玉をまんべんなく描いています。あんまりはみ出してこうまぶたの上の方まで描くと、私の場合結構目の縦幅がもともとあるのであんま似合わなくて、縦幅が大きい人はあんまり外にはみ出さない方がよくて、なんか縦幅が逆に小さい人はちょっとはみ出し気味に描くと可愛いかもしれないです。まずリップはチューシーのクリアのリップトリートメントで下地を塗りました。下地を塗ったら今度は上からマックの濃いピンクの色で唇の内側に色をつけていきます。下唇に色をつけたらあとはまってやると上にも色がつくので、ちょっとグラデーションっぽくなじませました。で最後の仕上げにエチュードハウスのディアダーリンソーダティントリップカラーのオレンジのカラーを使いました。これグロスなんですけど非常に発色が良いのでたっぷりめに取って唇全体に塗っていきます。で下地としてピンクを塗ってあったので、まずは外側囲むように塗ってからあとはなじませていくと非常に綺麗なレイヤードカラーが出来上がって可愛らしく仕上がります。で最後の仕上げに髪の毛を作っていきます。髪の毛はアイロンでまずなんとなくストレートにアイロンかけて、その後若干サイドの髪を残しつつサイドアップにしました。ツインテールを作ったら私結構もう髪が傷んでってチリチリなので非常に逆毛しやすい髪になっていて、もう一束取って先から思いっきり 4,5 回魚でするとかなり美味しそうな感じにパシャパシャパシャって仕上がります。なんで毛質がいい人はちょっと取ってコームとかで逆毛立てると非常にボリュームが出ます。私指でやっちゃってるんですけど、自分の髪質に合わせて適当に好きなようにやってください。これを両側分やって長持ちさせたい人はここでワックスもみ込んでスプレーとかして完成です。いかがでしたでしょうか。今日のアイメイクはグラデーションをたくさん使って、夏とかひまわりとか元気なイメージを連想してやってみました。そして髪の毛についてるこのマスコットは私がデザインしたバンド無重力クッキーのキャラクタークッキーちゃんをモチーフにしたヘアゴムになってます。宮本さんっていうハンドメイド作家の方が作ってくださって売ったりしていました。アイメイク今回はいつものデカめ重視とは違くって、もっとなんか密度を濃くギュギュッと濃縮したようなパッチリを意識したアイメイクになっています。いろんな色でも応用できると思うのでぜひ皆さん試してみてください。他にも非常にたくさんの動画が出ていますのでぜひぜひそちらもチェックしてください。